皆さんこんにちは。メッシュクラスの手塚です。今日もポッドキャストの時間がやってきました。今日のテーマは、今一番欲しい家電です。最近引っ越す予定があって、父が何でも引っ越し祝いに買ってあげるよって言ってくれたんですよ。うちの父、これまでお小遣いとか全くくれたことなかったんですけど、この引っ越しを機に何でも好きなもの買ってあげるよなんて言ってくれて、多分初めてじゃないかな。私が覚えてないだけかもしれないけど。でね、いろいろと考えたり調べたりして、欲しいもの見つけちゃったんです。それが、全自動焼き鳥機。皆さん知ってます？焼き鳥って、串に鶏肉とかネギとか刺して焼いて食べますよね。普通は家のグリルとかバーベキュー用の網で焼くと思うんですけど、そうすると煙がすごい出たり、うまく焼けなかったりするじゃないですか。それがこの全自動焼き鳥機だと、肉とか野菜を串に刺して縦に並べてスイッチを入れるとメリーゴーランドみたいにぐるぐる回って均一に火を通してくれてプロ級の焼き鳥ができちゃうっていう優れものなんですね。もうこれは絶対に欲しいって思いました。ただ焼き鳥の難点ってやっぱり匂いなんですよね。賃貸だからご近所に匂いで迷惑かけちゃうのとか壁紙にの匂いがついちゃうのはちょっと避けたいなと思っていて、なので今匂いが出ないタイプの焼き鳥機を探しているところなんです。皆さんの国にも面白い家電はありますか？今日は今一番欲しい家電について大学生のひなちゃんと社会人のりくさんが会話をしてくれました。まずはひなちゃんとりくさんがそれぞれ何を買いたいと思っているか会話を聞いてみましょう。このポッドキャストでも自然な表現がたくさん出てきますが、メッシュクラスのアプリでは教科書にはない日本人がよく使うフレーズを AI と練習できるコースや日常会話でよく使う単語を揃えたコースがあります。ぜひ一度使ってみてくださいね。最近さ、よく家電量販店に行くんだ。何か今欲しい家電でもあるの？もうそれがたくさんありすぎて困るの。特に欲しいのがね、最新のドラム式洗濯乾燥機なるほどね。乾燥までしてくれるのは魅力的だもんね。でしょ。もう洗濯機に入れたらそのまま乾燥まで終わってふわっふわのタオルが出てくるなんて夢みたいじゃない？そうだね。ひなはそうやって最新家電で家事を楽にしたいタイプ？そう、家電はどんどん賢くなってるんだから、私も賢く活用したいの。りくさんはどう？最近何か欲しい家電ある？僕はね、最近すごく気になっているのがスマート照明かな。スマート照明？うん。スマホで明るさや色を変えたり、タイマー設定ができたりする照明なんだけど、朝は明るい光ですっきり目覚めて、夜は暖色系の落ち着いた光でリラックスしたいんだ。へえ、なんか一日の始まりと終わりがドラマチックになりそう。おしゃれ。でしょ？ひなはそういうの興味ない？おしゃれでいいけど、私にはちょっと使いこなせる自信がないかも。結局いつも同じ明るさで使いそう。まあ、それもひならしいね。でも、ドラム式洗濯乾燥機以外にも何かあるんでしょ？うん。あとね、もう一つめちゃくちゃ欲しいのがプロジェクター。プロジェクターね。映画とか大画面で見たいとか？そう、部屋の壁にドーンって大きく映して、お家で映画館みたいな気分を味わいたい。あと、友達と集まってライブ映像とか見たら絶対盛り上がると思うの。いいね。それは楽しそうだ。でも、壁に映すとなると、部屋を片付けないと、ね。あ、確かに。そっか、プロジェクターを買う前にまず部屋を大掃除しないとダメってことか。そういうことになるね。なかなかハードルが高いんじゃない？うわー、
でも先に家電を買ったら部屋を片付けるモチベーションになるかもよ。このプロジェクターを設置するために片付けるぞーって。なるほどね。その発想はなかったな。でもそれ買っただけで満足して結局片付けずに箱に入ったままっていう未来が見えるんだけど。そんなことないもん。多分。はい、いかがでしたか？二人が買いたいものを聞き取れたでしょうか？ひなちゃんはドラム式洗濯乾燥機とプロジェクター。りくくんはスマート照明でしたね。こう考えてみると本当に便利な世の中になってきましたよね。では今回のポッドキャストに出てきた重要フレーズを5つ紹介します。1つ目はこのオノマトペ、ふわふわ。ふわふわは例えば物がすごく柔らかくて軽くて空気をたくさん含んでいる感じ。会話の中ではふわふわのタオルと言っていましたね。パンケーキとか雲とか布団とか幸せの代表のオノマトペですね。例えば、はい、プレゼント。ずっと欲しいって言ってた猫のぬいぐるみだよ。ありがとう。うわー、なにこれ。信じられないくらいふわふわ。今日から一緒に寝る。彼氏さんのポジションが猫のぬいぐるみに取られちゃいましたね。2つ目はタイプです。タイプはいつもこういう種類の人間だって人の性格や行動のパターンを分析して説明するときに使う言葉です。何々なタイプって質問することで相手のスタイルやこだわりを知ることができます。例えば、旅行に行くときは完璧なスケジュールを立てたいタイプ？レストランでの注文はすぐ決めるタイプ？それともすごく悩むタイプ？こんな感じですね。3つ目は、そういうの興味ない？です。自分は興味があって好きなものでも、相手はそうじゃないってことありますよね。そんな時に、相手がどれほど気になっている話題なのかをこの質問で確かめて、それからその話を続けたり、誘ったりすることができるんですよね。すごく日本人らしい、相手にプレッシャーをかけない尋ね方ですね。例えば、会社の近くに新しくラーメン屋ができたんだけど、チャーシューがすごく美味しいらしいよ。お昼そういうの興味ない？ごめん。今ダイエット中なんだ。うわー、振られちゃいましたね。大丈夫。また誘える話題を探しましょう。さあ、4つ目。これもオノマトペですね。ドーン。これはすごくインパクトが強いことを伝えたいときに使う言葉です。例えば、テストの点数がすごく上がったときに、見て、前のテストから点数がドーンって上がったんだって言ったりします。ドーンを使うことで、インパクトの強さ、アクションの大きさを同時に表現できるから、聞いてる人も、おー、すごかったんだなってわかりやすい。漫画の効果音を会話で使っているような感覚ですね。会話の中では、プロジェクターで映画を部屋の壁にドーンって大きく映すと言っていました。そしたら映画館みたいなインパクトのある映画が見られますね。さあ、今日最後のフレーズです。その発想はなかった。これは相手のアイディアや考え方を褒める最高の言葉ですね。あなたの考えは私が全然思いつかなかった素晴らしいものだっていう驚きやリスペクトの気持ちがこもっています。例えば、いつもと違う料理の作り方を聞いた時とか、会議で自分では思いつかない意見が出た時とかに使えそうですね。例えば、どうしよう。ケーキをみんなで分けたいのに、包丁もナイフもない。大丈夫。カバンに入ってるデンタルフロスを使えばすごく綺麗に切れるよ。デンタルフロス？確かに糸だ。すごい。その発想はなかった。
面白い発想だけど、ちょっと嫌かも。では、もう一度さっきのひなちゃんとりくさんの会話を聞いてみましょう。5つの重要フレーズがちゃんと聞き取れるか、どう使われているか確認してみてください。最近さ、よく家電量販店に行くんだ。何か今欲しい家電でもあるの？もうそれがたくさんありすぎて困るの。特に欲しいのがね、最新のドラム式洗濯乾燥機なるほどね。乾燥までしてくれるのは魅力的だもんね。でしょ。もう洗濯機に入れたらそのまま乾燥まで終わってふわっふわのタオルが出てくるなんて夢みたいじゃない？そうだね。ひなはそうやって最新家電で家事を楽にしたいタイプ？そう、家電はどんどん賢くなってるんだから、私も賢く活用したいの。りくさんはどう？最近何か欲しい家電ある？僕はね、最近すごく気になっているのがスマート照明かな。スマート照明？うん。スマホで明るさや色を変えたり、タイマー設定ができたりする照明なんだけど、朝は明るい光ですっきり目覚めて、夜は暖色系の落ち着いた光でリラックスしたいんだ。へえ、なんか一日の始まりと終わりがドラマチックになりそう。おしゃれ。でしょ？ひなはそういうの興味ない？おしゃれでいいけど、私にはちょっと使いこなせる自信がないかも。結局いつも同じ明るさで使いそう。まあ、それもひならしいね。でも、ドラム式洗濯乾燥機以外にも何かあるんでしょ？うん。あとね、もう一つめちゃくちゃ欲しいのがプロジェクター。プロジェクターね。映画とか大画面で見たいとか？そう、部屋の壁にドーンって大きく映して、お家で映画館みたいな気分を味わいたい。あと、友達と集まってライブ映像とか見たら絶対盛り上がると思うの。いいね。それは楽しそうだ。でも、壁に映すとなると、部屋を片付けないと、ね。あ、確かに。そうか、プロジェクターを買う前にまず部屋を大掃除しないとダメってことか。そういうことになるね。なかなかハードルが高いんじゃない？うわー、でも先に家電を買ったら部屋を片付けるモチベーションになるかもよ。このプロジェクターを設置するために片付けるぞーって。なるほどね。その発想はなかったな。でも、それ買っただけで満足して、結局片付けずに箱に入ったままっていう未来が見えるんだけど。そんなことないもん。多分。はい、いかがでしたか？買いたいものだらけのひなちゃんと大人なりくさん。二人のやりとりがとっても面白かったですね。皆さんの最近買いたい家電は何ですか？ぜひコメントで教えてくださいね。メッシュクラスのアプリでは今日紹介したフレーズのように日常会話で日本人ネイティブが使うフレーズを AI と練習できます。ぜひ試してみてくださいね。それではまた次にお会いしましょう。バイバイ。